さんこんにちは、フジロクです。今回はいちごのタルトを作っていきましょう。まずはじめにタルト生地を作っていきます。タルト生地を作るときは必ずバターを柔らかくしてから使うようにしましょう。バターがこのように柔らかくなったら粉砂糖を2回から3回に分けて加えていきましょう。粉砂糖は非常に飛び散りやすいので、すぐにスイッチをつけるのではなく、このようにぐるぐると混ぜてからスイッチをつけるようにしてください。白っぽくふんわりするまで泡立てたら2回目の粉砂糖を入れてさらに泡立てていきます。タルト生地を作るときは必ず粉砂糖を使用してください。上白糖などを使ってしまうと生地が硬くなってしまいますので、必ず粉砂糖を使うようにしましょう。バターと粉砂糖が白っぽくふんわりと泡立ったら、ここに卵黄を加えてさらに泡立てていきましょう。このように白っぽく軽くふんわりと仕上がったら、ハンドミキサーからゴムベラに持ち替えてアーモンドプードルを加えてさらに混ぜ合わせていきましょう。ふるっておいた薄力粉を一気に加え、ゴムベラで切るようにして混ぜ合わせていきます。粉っぽさがなくなったら、ゴムベラを横に寝かせてボウルに押し付けるようにして混ぜ合わせていきましょう。サクサクと切るように混ぜるだけではなかなか生地がまとまりません。最後の方はこのようにボウルに押し付けるようにしてこねると生地がまとまるのでおすすめです。生地がまとまればラップの上に取り出していきます。そしてここからが大事なポイントです。ボウルの中で生地を均等に混ぜるのは非常に難しいです。バターのムラがあったり、粉っぽいところが必ず残っていますので、ボウルから生地を取り出したらラップで必ずこねて、ムラがないかきれいにこねられているか確認するようにしましょう。そして今からちょっとだけ裏技を紹介したいと思います。生地を冷やす時にですね、タルトの生地に敷き込みやすいように平たく丸く伸ばしておくのをおすすめします。後で綿棒を当てて丸く伸ばすのがとっても簡単になりますので、この時点で丸を作っておくのをおすすめします。できたタルト生地は冷蔵庫で1時間ほど寝かせておきましょう。その間にアーモンドクリームを作っていきます。先ほどと手順は全く同じです。バターを柔らかくして粉砂糖を何回かに分けて加えていきます。タルトの中に入るアーモンドクリームというのはカトルカールと言いまして、4つの材料がすべて1対1対1対1の配合になります。バター、粉砂糖、卵、アーモンドプードルがすべて同じグラムになります。なので今回はすべて40グラムで計量しています。粉砂糖が全部入ってふんわり白っぽくなったら、続いて卵を加えていきましょう。卵は2回から3回に分けて加えるようにしてください。一気に加えてしまうと分離する原因になります。しかしこの時分離してしまったとしても、アーモンドプードルが入るとつながって綺麗な生地になりますので、もし分離してしまったとしても捨てずにそのまま続けて作ってください。卵が全部入ったら、この中にアーモンドプードルを加えてさらに混ぜ合わせていきましょう。アーモンドプードルは一気に加えてもらって大丈夫です。アーモンドプードルが混ざればアーモンドクリームが完成です。ラップをかけて冷蔵庫で寝かせておきましょう。続いてカスタードクリームを作っていきます。ボウルに卵黄とグラニュー糖が半分、そして残り半分のグラニュー糖は牛乳に加えておきましょう。
卵黄とグラニュー糖は泡立て器で混ぜ合わせておきます。グラニュー糖が溶けたらコーンスターチを加えてさらに混ぜ合わせておきましょう。コーンスターチはカスタードクリームのとろみをつける役割があります。薄力粉でやってしまうと硬くなりすぎてしまいますので、必ずコーンスターチを使うようにしましょう。続いてグラニュー糖が入った牛乳を温めていきます。あればで構いませんので、バニラビーンズのペーストを入れるととっても美味しく仕上がります。一番美味しく仕上がるのはバニラビーンズですが、非常に高価なものなので、なければこのようなバニラビーンズのペースト、次にバニラオイル、一番香りが少ないのがバニラのエッセンスになります。なるべくいいものを使うようにしてください。そうするととっても美味しいカスタードに仕上がります。牛乳が温まったら卵黄に加えて混ぜ合わせていきましょう。できたらお鍋に戻すのですが、必ず裏ごしをするようにしてください。裏ごしをしないと、もしかして卵の殻や辛さが入っているかもしれません。滑らかなカスタードに仕上がりませんので、必ず裏ごしをしてから炊くようにしましょう。火加減は弱火で炊いていきます。炊くときに必ず耐熱のゴムベラを使うようにしてください。カスタードを炊くとどうしてもボソボソとなってしまう時ってありますよね。そんな時に皆さんにおすすめしたいのがこちらの裏技です。一度このようなボソッとした状態になったら火を止めていただいて、泡立て器に持ち帰ってみてください。そして火を止めたままこのようにぐるぐると混ぜ合わせていきます。するとカスタードが滑らかに仕上がりますので、ぜひこの方法でカスタードを作ってみてください。さて、先ほどの状態で完成に見えるのですが、もう少し火を入れていきましょう。卵は固まっていても、中に入れたコーンスターチに火が入っていないと、食べた時にザラッとしたカスタードになってしまいます。水分も飛んでいないので、口当たりもザラザラしているし、どこかちょっと水っぽいカスタードに仕上がってしまいます。必ず弱火でツヤが出るまで炊きましょう。仕上げにバターを入れてコクを出していきます。バターはカスタードの余熱で溶けますので、ここでは火は使わなくても大丈夫です。バターが溶けたらカスタードをバットに移し替えておきましょう。そして必ずこのようにラップで密着させて冷蔵庫に入れるようにしてください。続いてタルト生地をタルトの型に敷き詰めていきます。ここでの大事なポイントは、タルト生地は冷蔵庫から出したら必ず手で揉んで柔らかくしてから伸ばすようにしましょう。冷たいタルト生地を無理やり綿棒で伸ばしてしまうと割れてしまうことがあります。割れてしまうとどうしてもきれいにタルトの型に敷き詰めることができないので、手で柔らかくなるまでしっかり揉んでから使うのをおすすめします。タルト生地が扱いやすい柔らかさになったらラップに挟んで綿棒で伸ばしていきます。真ん中を決めてもらって丸を意識しながら綿棒で伸ばしていきます。
綿棒で生地を伸ばす時のコツは最後に力を止めるということですね。最後まで力を入れ切ってしまうと生地の周りの部分が薄く仕上がってしまいます。真ん中が分厚いのに周りが薄くなってしまうことがあるので、均等に生地を伸ばすことが大事なんですね。そのためには綿棒で力をスーッとして最後にキュッと止めるというのがポイントになります。生地が伸びたらタルト型に敷き詰めていきましょう。タルト型に生地を置くのではなく、私の方法なんですが、このように生地の上に型を置いてひっくり返すととても綺麗に敷くことができます。そしてラップをしたままで構いませんので、タルト生地を中に折り込んでいきます。この時少し割れてしまっても構いません。後で修正ができますので、隅の方までしっかりと折り込んでからラップを外すようにしてください。そして余った生地で穴の開いたところを修繕していきます。その他、生地が薄くなってしまっているところ、そして分厚くなりすぎてしまっているところがないかを確認して、均等な厚さになるように生地を修繕していきましょう。大体の厚さが整ったら中にこのように敷き詰めていきます。右手の親指で上から押さえて、左手の親指で角を作っていきます。タルト生地はこの縁の部分が綺麗だととっても見た目がよく仕上がるので、縁の部分を均等にするように意識してやってみてください。生地を敷き詰めたらフォークでしっかりと穴を開けておきましょう。そこに冷やしておいたアーモンドクリームを敷き詰めていきます。ここで大事なポイントなのですが、アーモンドクリームを敷き詰めたらすぐに焼かないようにしてください。タルト生地を伸ばしてしまっている時、時間かかってますよね。生地がだれています。アーモンドクリームもかなり柔らかい状態にしてから中に敷き詰めているので、両方生地がだれてしまっている状態なんですね。このまま焼くとあまり綺麗に仕上がらないので、30分ほど冷蔵庫で冷やしてから焼くようにするのがポイントです。生地が冷えたら170度に予熱したオーブンで40分からおよそ1時間ほど焼いていきましょう。はい、45分が経過しました。一度タルト生地を取り出してチェックをしたいと思います。ここが今回一番大事なポイントになります。見た目はしっかり焼けていますよね。しかしタルト生地というのは底の部分がとっても焼きづらいので、このようにパレットナイフをそっと差し込んで裏が焼けているかどうかチェックをしてください。白かったの分かりましたか？少し色が白かったので追加で10分焼きたいと思います。その時に上のところが焦げないようにアルミホイルをするのもおすすめです。さて2回目チェックしてみましょう。裏が少し焼けましたね。しっかりと茶色くなるまで焼くというのがタルトを焼く時のポイントです。タルトが焼けたら冷ましている間に仕上げのクリームを作っていきましょう。生クリームにグラニュー糖を加えて泡立てていきます。クリームはこれぐらいの硬さ、8分立てぐらいに仕上げておきましょう。続いて冷やしておいたカスタードクリームを取り出してゴムベラで柔らかくなるまでほぐしておきます。カスタードが柔らかくなったら先ほど泡立てた生クリームの半分を加えて混ぜ合わせていきます。続いてタルト型からタルトを外してみましょう。タルトの底の部分がしっかりまっすぐになっていたら成功です。これが浮いてしまっている場合は、しっかりとフォークで穴が開いていなかったということになるので、穴はちゃんと貫通させて開けるようにしてください。それでは先ほど作ったカスタードクリームを絞っていきましょう。絞るのが苦手な方は塗っていただいても構いません。この上にイチゴを乗せていきます。
いちごの季節じゃない時は好きなフルーツを乗せてフルーツタルトにして仕上げてみてください。最後に残しておいた生クリームを周りに絞って飾り付けていきましょう。そしてこちらはあればで構いません。艶出し用のケーキによく使われるナパージュというものがあります。ナパージュを塗るととっても美味しそうに見えるので、仕上げに塗ってみてください。それではタルトをカットしていきましょう。必ずカットするときは包丁を温めてから切るようにしてみてください。温めて切る、そして拭く。もう一度温めて切って、そして拭く。これを繰り返して切るときれいにカットすることができます。今回のいちごタルトですが、食べ頃が実は3日から5日後になります。カスタードを乗せてから3日から5日後ではなく、タルトだけ焼いて、タルト生地の状態で3日から5日、常温でいいので寝かせてみてください。寝かせてからカスタード、いちごで仕上げるととっても美味しく仕上がりますので、ぜひ皆さん作るときは必ず寝かせてから作ってみてください。ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。